本当最初はすごい叩かれたんですよね。あ、そうですか。はい、皆さん結構叩かれるんですね。やっぱりこうラーメン屋さんで働いてないっていうところがうん。なめんだよっていうラオタみたいな人たちって結構厳しい。厳しいですから。和食でやられてて、はい、なんでラーメン屋になったんですか？もともとですね、うちの相方の将来使うお店をやりたいねって話をしてたんですけど、この物件が出た時に広すぎて、夜だけのお店でちょっとうまくやりくりができるかちょっと自信がなかったっていうのもありますし、コロナでですね、ちょうどアルコールの提供ができないとか、そういったことが全部ちょっと重なってて、やっぱ昼間は昼間できちんと営業して、夜は夜で、本来自分たちがやろうとしてたことも両方やろうということで、そうですね、あっちは昼間は待合室になってるんですけど、なるほど。こっちしか夜使ってないので、基本はもうあっちはだから、たまに接待でテーブルの方がいいっていう方もいらっしゃるので、たまに使うこともあるんですけど、基本はもうこちらだけなんですよ。結局コロナに影響を受けないラーメンをちゃんと昼にやってっていう。僕らは声かけていただいたときに、ちょうどコロナでお店さんが撤退されて、お屋さんすごく困ってらっしゃるので、福岡、お家賃とか、そういったこともすごく優遇してくれるっていうことで、話が来たんですよね。なので、内装とか、全くお金がかかってない。僕ら資本金力が元々かかれてるんですけど、実は全然お金なくて、なるほど。お金全くかけないでうまくお店を始めたっていうところがあります。わかりました。ちょっとそこ訂正しておきます。そうだからラーメン屋始めて丼をですね買ったのが先月ぐらいなんですけど、それまでは前がお蕎麦屋さんだったんですよ。この場所が。はい。丼とかが残ってたんで、それを実はそのまま使ってたんです。そうなんですね。
華製麺でこういった麺って珍しいですね、なんか。そうですね。あ、そうなんですね。はい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 。ああ、ちょっと通り東北っぽいなって思ったんですけど、僕も祖父が山形なんで、東北のラーメン、こういう縮れ麺みたいなのが好きで、なんかどっか、なんか都会内図された東北ラーメンっぽい感じのニュアンスですよね、これ。美味しかったです。ちなみに連食される方っていらっしゃるんですか？結構いらっしゃいます。はい。選べないですよね、多分。そうなんですよね。同じ小麦ですか？小麦が一緒ですね。なんかだいぶ印象変わりますね。そうですね。茹で具合とか、喉越しでこう、食べていただきたいなっていうので、次はだしって表現してるんですけど、はい。昆布水と間違われて、全然ブレーキもないし、うちは味にしっかりつけてるんですけど、いわゆるかつお昆布水つけ麺ってありますけど、はい。うちそうです。かつおも入ってるから、かつお昆布水で分け合ってはないんですけどね。とろみはないですよね。いわゆるはい。ちょっと流行ってる今あの感じではない。そうですね。普通にお出汁を引いて、味をつけてるだけなので、なかなか出汁って表現したらなかなか浸透しなくてですね、かつおとか見ると、みんなかつお昆布水ってなかなか出汁って表現してもなかなか浸透しないんですよね。訂正します。これこのまま入れて。そうですね。確かにこれは選べないですね。なんか全然違うラーメンなんで。そうですね。ごちそうさまでした。ラーメンの修行ってされてないんですか？僕らもう全く独学ですか？そうなんです。なのでラーメン屋さんで働
働いた経験がないので、最初はいろいろ雰囲気は読めない。彼の日々の何ですか、動作が気持ちでとか、僕のことは連戦整えたりするっていう動きがね、いろいろ最初、本当最初はすごい叩かれたんですよね。あ、そうですか。やっぱりこうラーメン屋さんで働いてないっていうところが、うん。なめんだよっていうので、皆さん、要はいわゆるラオタみたいな人たちって結構厳しい。厳しいです。だから僕らは真摯に受け止めて、この1年半、少しずつ成長してきたつもりではいますけどね、この錯誤しながらっていう感じだから、本当にこんなに1年でこんなに味変わるのは他にないんじゃないですか。だから申し訳ない気持ちもありつつ、ただ、良くなっている手応えもあるので、まだ1年後とかにね、もっと美味しいラーメン作れるようにもうその昼はラーメン屋さんやって夜は和食屋さんっていうんですか。そうですね、一応僕の日本料理と彼のイタリアンが全くコラボしないで、献立の中にこう半々ぐらいで出てくるという感じなので、本当に一緒に料理作るというよりは、お互いこう出したいものとか、得意なものとかをこうぶつけ合うみたいな感じなので。なるほど。そのスタイルはもうずっと、お昼ラーメン屋さん、夜料理屋さんはスタイルをずっと続けていらっしゃるんですか。そうですね。ごちそうさまでした。ありがとうございます。最高でした。